こんにちは。さて、今日のテーマは、もしかしたら私たちの多くが経験したことがあるかもしれない。でも、なかなか診断がつかない。そんな、ちょっと厄介な医学の謎に迫っていきます。その名も、機能性ディスペプシア。一体これ、何が原因で、どう向き合っていけばいいんでしょうか。一緒にその謎を解き明かしていきましょこの話はある33歳の女性のケースから始まります。彼女はもう3年間も胃が焼けるような感じとか吐き気、それから食後すぐにもうお腹いっぱいってなる症状に苦しんでいました。で、何度も内視鏡とか画像検査を受けたんですけど、何も原因が見つからない。そうなると彼女の不安はどんどん大きくなるばかりだったんですね。体は確かに痛い、苦しいってサインを出しているのに、どうしてどの検査結果も異常なしになってしまうんでしょうか。これって本当に多くの人が抱えるもどかしい疑問だと思うんです。そしてまさにこれが今回の解説の中心的な問いかけになります。ではまずこの辛い症状にちゃんと名前をつけてあげましょう。それが機能性ディスペプシア。そしてこれ実は驚くほど多くの人が抱えている問題なんです。機能性ディスペプシア。略して FD っていうのはですね、原因がはっきりしないのに繰り返し起こる症状のひとまとまりのことなんです。具体的には、水落ちが傷んだり、焼けるような感じがしたり、あとは食べた後すぐにお腹が張って苦しくなるとか、まだ少ししか食べてないのに満腹感を感じてしまうとかですね。そしてこの数字ちょっと見てください。アメリカのデータですが、なんと成人の 10.1% がこの症状に悩まされているというんです。これって決して珍しい病気なんかじゃないってことですよね。じゃあ一体どんな人がなりやすいんでしょうか。このグラフで特に興味深いのは男女差ですね。なんと女性は男性の 1.6 倍もこの症状を経験しやすいということが分かっています。しかもこれ、ただの胃の不快感じゃ済まないことが多いんです。ひどくなると体重が減ってしまったり、食べること自体が嫌になったり、さらには入院や死亡のリスクを高めることさえあると言われています。症状も過敏性腸症候群 IBS とか胃食道逆流症 GRD と重なることも多くて、患者さんのおよそ3分の1は不安とかうつ病も抱えているというデータもあります。さて、ここからもう少し深く掘り下げてみましょうか。病気の名前は分かりました。じゃあ次は、その犯行現場ともいえる腸の中で一体何が起きているのか、症状の裏にある生物学的な手がかりを探っていきます。いろいろ調べた結果、今最も有力な容疑者とされているのは、胃や腸の形といった構造的な問題じゃないんです。そうじゃなくて、免疫システムが過剰に反応することで引き起こされる目に見えないレベルの微小な炎症。なんだか腸の警備システムがちょっと過敏になりすぎちゃってるみたいなイメージですね。このスライドがその一連のメカニズムをすごくわかりやすく示しています。まず、ステップ1。食べ物とか何かしらの毒素とかが引き金になります。するとステップ2で免疫の司令塔の一つである TH2 細胞っていうのがなぜか過剰に反応して活性化しちゃうんですね。その結果、ステップ3ではアレルギー反応なんかに関わる好酸球やマスト細胞といった兵隊たちが現場に集められて微小な炎症が起きます。そして最後のステップ4。この炎症のせいで神経が過敏になって痛みや吐き気、そして腸の動きが悪くなるというわけなんです。なるほど、原因の可能性が少し見えてきましたね。じゃあいよいよ治療の話です。お医者さんたちはこの複雑な状態にどうやってアプローチしていくんでしょうか。ここでまず知っておかなきゃいけないすごく重要な事実があります。それは今のところ機能性ディスペプシアにこれさえ飲めば治るというような特効薬は FDA に承認されていないということなんです。なので治療は完治を目指すというより、辛い症状をうまく管理していくことに重点が置かれます。で、これが面白いデータなんですけど、治療法の一つとして低用量の三環系抗うつ薬アミトリプチリンという薬が使われることがあります。これを使った臨床試験の結果を見てみましょう。偽薬、つまりプラセボを飲んだグループですら 40% の人が症状が十分に楽になったと報告しているんです。一方、アミトリプチリンを飲んだグループは 53%。確かに効果はある。でもその差は 13%。つまり効果は確かにあるけれど、誰にでも効く万能薬というわけではないってことがここからわかりますよね。そうなんです。一つの薬で全てが解決するわけじゃない。
だからこそ実際の治療ではいろんなアプローチを組み合わせる多角的な戦略が重要になってきます。例えば、胃酸を抑える薬で刺激を減らしたり、過敏になった神経を落ち着かせる薬を使ったり、あるいは認知行動療法みたいな心理的なサポートで症状との付き合い方を学んだり、食事を小分けにしたり脂肪を控えたりといった指導も行われます。さて、最後にもう少し大きな視点から考えてみたいと思います。もしかしたらこの病気の機能性という名前そのものが問題の一部なんじゃないかという話です。今回参考にした論文の著者たちははっきりとこう言っています。我々は機能性ディスペプシアはもはや機能性、つまり気質的な異常がないことを示す言葉とみなされるべきではないと信じている。これはこの病気は決して気のせいなんかじゃなく、現実に身体に起きている問題なんだという力強いメッセージですよね。そこで新しい名前として提案されているのがこれです。胃十二指腸神経筋疾患。ちょっと難しいですけど、これは機能性っていうどこか曖昧で誤解されがちなレッテルを剥がして、より科学的に正確な状態を反映した名前と言えるでしょう。検査をしても簡単には目に見えない病気について、私たちはどうすれば社会の認識や対話を変えていくことができるんでしょうか。この問いは機能性ディスペプシアに限らず、多くの慢性的な病気に関わる本当に重要で、そして難しい課題だと思います。今日のこの解説がそのことを考える何かのきっかけになれば嬉しいです。